この丘は美瑛っぽいんやけどね。あった。青々とした緑が広がっておりますね。さくらんぼ借りたい。夕張へ向かう。青いな、青いわ。花見たところでって話やろ。ちゃうねん。俺が想像してたのこれじゃないねん。これもそこそこ綺麗やけど、これただの畑やん。あれか、美瑛の方向に行けばあんのか。わっからんな、もうこの辺。でも雲が来るでしょ、うかうかしてると。美瑛に逃げるか。富良野の画家店からパッチワークの道を目指してる。だから今ずっと北上してるって感じやけど、あれなんか俺がウェブ上で見た、あれやね、美瑛とかの光景がな、広がらないな、まだ。来るんやとは思うけど、全然ないんやけど、やる気ある？美瑛町に入ってしまった。富良野町のラベンダー畑を完全にスルーしてしまった。あのおっさん騙したな、俺を。まあでも富良野っておまけみたいなもんでしょ。美瑛さえ見れたらいいよ、別に。こんだけ晴れてくれてるし、美瑛まで残り22分20キロということなんで、なんとなくね、美瑛っぽい景色が広がってきてはいるんやけど、季節的に花が咲いてないのか。なんかなだらかな丘はいくつもあるんやけど、花は全然咲いてないな。そんなもんか。世の中そんな甘くないのか。一年中咲いてる花なんてないもんね。時期が重要よな。いろんな時期に楽しませるためにいろんな花植えなあかんねんから。なんかぽいよね。この丘は美瑛っぽいんやけどね。人生初美瑛に来てはいるんやけど、お花畑ないで。ぽいんやけどね。ぽいないぞ、全然。違うのか、ここ美瑛と。美瑛やろ。お花畑はもうちょっと先。あったあれやな。あれ意外と狭いぞ。大丈夫か、美瑛。これだけちゃうよな。しかも左に行かされるっていう。右見てから左行こう。なんかぽいのがあるから。これが本番じゃない可能性も結構あるけど、はいって感じだな。なんかこのレベルなら別にどこでも見れんねんな。美瑛である必要ないもんね。ファームでしょ。これ違うよね。絶対違う。このレベルではないはず、美瑛は。絶対違う。ここはね、もうあえて行かない。そろそろパッチワークの道に到着すると Google は言ってはいるんですが、青々とした緑が広がっておりますね。新緑を感じさせる2019年夏って感じだね。花がねえど。花どこだ。花もう出すのやめたのか。おいこっちは28,000払っとんねん。この天気待つために。ないぞマジで。美瑛はさくらんぼ借りたい。さくらんぼ狩り一人で行くってやばいっすかね。パッチワークの道到着。やばい、見どころがわからん。やばいんだけど、夏を感じさせる青々とした緑が広がっておりますね、この美瑛には。まあ素敵で、花は本当に言ってる。みんな何見てんの。なんかあんの。向こう見てるってことはなんかあんのか。来る季節を間違えたのかもしれない。花はどこにもないな。一人でもできるんですか。はい、できます。800円でいいんですか。800円だったらね、もっと取れますよ。食べて。どれが一番おすすめなんですか。今はね、これがおすすめ。南洋。南洋がおすすめ。一人でも大丈夫なんですか。大丈夫です。一人でも全然平気で。閉園まで食べ放題やって800円で。今日の昼はこれやな。これそのまま食べていいの。うわ、すごい理想のさくらんぼじゃん。うわ、これすごいね。むっちゃでかい玉。800円で来れる天国や。うわ、すげえ。それにしても800円は安いやん。3時15分で限界や。今花咲いてないんですね。ラベンダーだとかファームみたいな、そういうとこですね。何月なんですか、美瑛って。今芋終わっちゃったのさ。綺麗な紫白ピンクが。ちょうど終わったとこなんですね。終わったとこでね。なるほど。はい、辻さくらんぼ園終了ということで、いやうまかったね。ラベンダーアイスをね、観光案内所で買うかどうかむっちゃ迷ったけど、さくらんぼ狩りがたったの800円でできるなんてむっちゃ安い。美瑛の大地の恵みを食べることができたな。ただね、味は結構薄かったな。さくらんぼってそんなもんやんな。そんなに甘くないよね。で美瑛はね、残念
念ながらちょっと時期じゃないと。はい、お花はなし。お花っていうかまあ野菜の花やからなしらしい。普通の花やったら咲くんやけど、美瑛は野菜を育ててる花が咲くから咲いてる時間がすごく短いんやって。だから収穫はなーし。残念。でもまあ天気良かったし、とりあえずねここまで来て収穫なかったから、そのラベンダー園、その富良野のラベンダー園に行くべきなのか迷ってるんやけど、でも人多いっしょ。東京ドーム3個分って言ってたからさ、まあ見応えはあるんやろうけど。ということで今考えてるのは青い池ですね。ここから20キロ27分ということですので、青い池を見てしまったらラベンダー園を通過しながら見て、で夕張へ向かう。大変だ。でも夕張まで行けばさ、次の日には函館に行けるから、そこから青森で本州に帰れる。やっと帰れる。北海道ありがとう。最高だった。でももう一生来ない。ありがとう。札幌はたまに来るかも。いや道東はすごかったな、迫力が。まあその話はいいよね。なんかもう帰るみたいになってるから、まだまだこれから続くから、あと何十時間と北海道にいる羽目になるからね。結局今日の宿で多分2泊するでしょまた。でもさくらんぼは良かったな。パーキングエリア味のソフトクリームを食べるよりも美瑛のさくらんぼを召し上がっていただいた方が、さくらんぼを売ってるおばはんも喜ぶわ。まっすぐ。はい、青い池に到着をしつつあるんですが、Google はもうちょい先行けっつってんねんな。Google に従ってみよう。こっから歩いて行かされるってことやろ。もうちょっと先行ってみよう。今までね Google にはもう何回も騙されてきたけど、でもなんだかんだ言いながらね、いい仕事してくれるんですよ。今回はね Google さんを信用して成功を収めるっていうパターンを掴み取る。それにしてもさっきのところから随分遠いとこ案内してんなこいつ。そんなに歩かせるか。あらGoogle さん、あんた正しいよ今回やっぱり。鏡沼の時はびっくりしたけどね。一番近くの道路を案内しやがって苦労した。そっからなくない。はおい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 、まだそういうことしたんかお前。ようわからんとこ案内しといてお疲れ様でしたみたいな、そういうことしたんかまた。でもねそんな Google が好き。どう行けんのかなこれ。俺じゃあもう池まで直接バイクで行っちゃうってこと。やばくないそれ。左折やっちゅうね。うわ砂利だ。バス専用青い池用駐車場に到着したから、上の子池もそうやけどさ、青い池の前にいつも砂利を用意してくんのやめてほしいな。降りてすぐ青い池のところまで行ってるよ。上の子池もなんか青いなぐらいの感じやったから、わざわざ見に来る必要があるのかどうかはね、甚だ疑問ではあるけど。すげえ人が多い。はい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 。ああでかいな。青いな。青いわ。人が多い。人が多すぎる。青い人が多い。青いけど濁ってんな。上の子池の方が綺麗やったな。写真だけ撮っていくわ。すげえ青いな。アタックネオ色やな。はい、本日の工程は一応終了ということになります。ありがとうございました。長かったー。富良野残ってるけどね、富良野はちょっともうスルーします。花見たところでって話やろ。ということでね、これからは夕張のゲストハウス的なユースホステルに向かっております。ユースホステルとゲストハウスの違いようわからんねんけど、ユースホステルってあれよね、昔ながらのやつで朝礼とか秋礼とかがあったんやけど、今はなんかだいぶそういう堅苦しい行事が減ってきてる旅人向けの宿みたいな、なんかようわからんユースホステルって。まあでも初ユースホステルで Google によると評判はいいから、おそらく大丈夫でしょう。なんで夕張をわざわざ選んだのかっていうところなんやけど、まあ距離的にもねちょうどよかったん。明日地球岬とあと熊牧場も行きたいと思ってて、その2つへのアクセスがしやすいっていうのもまあ夕張市の魅力やな。もう一つね夕張市を選んだ理由っていうのはあるんやけど、夕張市はねかなり哀愁漂う街で、今現在はさ夕張メロンぐらいしかイメージないやん。でもね一昔前は夕張市といえば石炭の街やったらしい。だから炭鉱で栄えてたみたいな感じやってんけど、エネルギー革命起きてガソリンに切り替わったことで炭鉱が次々と閉鎖していったでしょ。でそれによってね1960年頃に12万人いた人口が今現在なんと8000人しかいない。